はい、どうもです。今回はですね、こちら、昆布締めっていう食材ですね。ということで、こちらのイカ買ってきたんですけども、なんと大きいです。11.5 キロあります。ちなみにですね、世界最大級のですね、コウイカっていう風に言われてます。一番大きいやつだと15キロちょっととかいきますね。20キロいってるやつはまだ見たことないんですけど、15キロぐらいならね、ちょいちょいいってるやつはいますね。ということですね、早速観察していきましょう。はい、こちらがね、全体像ですね。もうめちゃくちゃ大きいですよね。で、イカはですね、短い足が8本あって、この長い2本の足はですね、触腕って言われてて、獲物を取る時とかに使われたりするんですけども、生きてる時はですね、中にしまってて、この短い足しかね、見えてないんですよ。でね、この外側にあるところがエンペラですね。ヒラヒラして光が反射して、そこに拳めいたんだっていうのがね、わかります。こんな感じでね、ヒラヒラしてます。もう本当にね、体の色を変えるのが得意でね、すごい擬態してて、ここぐらいでしかね、生物って気づけないんですよね。本当に擬態がうまいんですよ。はい、ということでですね、さばいていくんですけども、これはね、俺の超個人的な話なんですけども、聞いてほしいことがあって、ここ1年ぐらいもうずっと耳が悪くて、外耳炎って言って、海に入ると耳がすぐ炎症でね、ダメになるっていう厄介なものにね、悩まされてて、もうね、いろんな耳鼻科行ってたんですけども、ついに治りました。治ったっていうか、対処法が見つかりました。ということでですね、僕は今までね、素潜り漁師やってるんですけど、正直月に、4回潜れたらいい方かなぐらいで、もうほんと全然潜れなかったんですけど、ついに潜れるようになったんだ。めちゃくちゃ嬉しい。ということでですね、ちょっと話がそれましたけども、早速ですね、調理していきましょう。とりあえずね、ゲソ部分と頭の部分、こちらね、外していきましょう。こう繋がってるんでね、切っていきます。見えないか。で、今回ね、肝食べたかったんですけど、ちょっと鮮度がね、良くないんで、肝は食べれません。肝はね、塩辛とかにできるんですよ、イカの肝は。よし、ひっくり返しましょう。よいしょ。手で取っちゃおうかな。久しぶりにさばくから、ちょっと構造がよくわかんないな。昆布締めはですね、もう時期的なものなんで、年中は取れないんですよね。こういう時期しかね、さばけないという、そういう代物になっております。そして肝臓がもともと傷つけられてましたね。はい、イカゲソです。で、これがね、ロートって言って、水とか炭を吐き出すところです。でかいですね、ロートも。なんか喋ってるみたい。エイリアンみたいですよね。うん、こうやって。はい、それではこっち胴体側なんですけども、ここにですね、でっかい甲が入ってるんで、これ取り出していきます。じゃあ包丁入れていきましょうね。結構ね、硬いです。この黒い皮の下に、まだね、膜がありますから、この膜もしっかりと切っていきましょう。そしたら、甲が出てきましたね。わかりづらいか、これ。いやー、久々だな、本当に。昆布締めはね、僕結構好きなんですよ。普通のイカよりね、めちゃくちゃ弾力があって、食感がいいんですよね。よいしょ。よいしょ。こんな感じでね、甲の下にね、大事な内臓がね、守られてるんですよ。はい。うわー、ぬちゃぬちゃがついてきた。見てこれ。めちゃくちゃ大きくない？ほら、俺の顔より大きいですからね。なんかさ、海岸とか行くとよくコウイカの甲がさ、流れ着いてますけど、なかなか本土に住んでる人は、このサイズの甲が流れ着いてるの見ることないんじゃないですかね。面白いですよね。めちゃくちゃ大きい。で、めちゃくちゃ面白いのが、昆布締め、こんだけでかいわけじゃないですか。大きいやつは15キロもなる。で、こいつも10キロある。こいつの寿命、どのぐらいだと思います？皆さん。なんせ10キロになりますからね。10キロになるまでに何年かかるのか。皆さん当ててみてください。いいですか？言っちゃっても。昆布締めの寿命はですね、なんと1年から1年半って言われてるんですよ。だから、ここまで大きくなるのに1年半かかんないんですよ。すごくないですか？そう。イカって短命なんですよね、結構。大王イカですら寿命が5年ぐらいって言われてるんですよ。面白いですよね。なんで、今年ね、こういうでっかいイカをね、取ってもね、来年にはまたこのでっかいイカが発生してるっていうサイクルがね、できてるんですよ。面白いですよね。ということでですね、続けていきましょう。それではね、内臓を取り出していきましょう。そういえばね、今回からカメラ変えてみたんですけど、皆さんどうでしょう？違和感はありますか？ないでしょうか？イカの内臓を開けるときはですね、墨袋を潰さないように、これがね、重要になってきます。で、これはね、取れた時に、墨袋の先っぽを漁師がね、結ぶんですよ。これをしないまま、競りとかに出すと、墨袋から墨が出てきて、イカがね、黒くなって売れなくなっちゃうんですよね。それでね、こんな感じで縛ってあります。さて、一つ目の内臓。こちら。ちょっとあんまりイカに詳しくないんで何かわかんないです。さて、どんどんね、取り出していきましょう。墨袋最後まで繋がってますね。OK。
さて、こちらがイカの内臓ですね。このね、ぐちゃぐちゃってなってるのがね、肝ですね。これイカのね、塩辛とかに使われたりするんですけども、これ取れて3日経ってるんで、ちょっと今回はね、匂いがあってね、使えません。この黒い部分がですね、イカ墨の部分ですね。で、今回ちょっと試したいことがあって、こちら書道セットです。買ってきました。拳目って胴体もでかいんですけど、墨袋もめちゃくちゃでかくて、こいつの墨使ったら習字できるんじゃないのかと、ずっと思ってたんで、せっかくさばくんでね、やってみようかなと思います。ちなみにですね、僕は習字5級です。半年ぐらい習字やってた。小学校の頃字が汚すぎて、もう誰も読めんみたいな感じになって、誰も読めんからもう本当に習字行けって言われて、どんぐらいいたんだろうな。7、8ヶ月ぐらい行って、ギリ読めるレベルになってやめた。だから習字5級です。はい、それでは割っていきましょう。さすがにね、ボウルに入れて割ります。もう本当に大変なことになるんで、海で着いたら海一面真っ黒になりますから、冗談じゃないですか。それでは割っていきます。今僕は大変なことをしようとしております。ちなみにこのイカの墨袋を使って墨汁みたいなのをね、作ったりすることもあるようです。うわー、黒い。うわー、うわー、うわ、くっさで、一回墨汁っていうものを作ってみたんですけど、この世の終わりみたいな味がしました。まあでもそれは墨の分量が多すぎたみたいです。少なければ旨味成分を感じることができるみたいですが、大変臭いです。見て。絵の具よ、こんなん。うわー、足にかった。見てください。包丁に少しついた墨汁を飛ばそうとして、これですよ。家中真っ黒になりますよ。やばいですね。うわ。多分この量あれば25メートルプールを黒く染めることは可能です。さて、来ました。うわー。こちらを使ってですね、書道をやっていこうと思います。本当に臭いんだよね。じゃあやっていきますか。うわー、懐かしいね。半紙。あー。お、これですくえるじゃん。はい、それでは、すずりに入れていきましょう。あー。粘度が高すぎて全然吸わん。はい、それではですね、今思ってることを書いていこうと思います。あ、懐かしい。普通にいけそうなんですけど。じゃあ書いていきますね。水加えた方がいいかもな。めっちゃこすれる。今俺が思ってることを書いてます。でかかったな、1文字目が。はい、完成しました。本当に字が汚くて臭って感じなんですけど、こちらです。激臭。めちゃくちゃ臭いですね。どうでしょう。でも、意外とちゃんとかけてない。普通の牧汁より粘度が高いんで、なんかそのねっとりしてるんでね、すぐかすれますね。でもまあ、これも味になっていいんじゃないでしょうか。乾いたら匂いがなくなるのかっていうのがね、また一つね、ポイントとなってくるのかなと思いますね。なんか、いいね。結構俺は渋い感じで好きだよ。これは。臭いけど。じゃあちょっと続けていきましょう。はい、それではですね、調理を再開していきましょう。こっからはですね、エンペラ部分と皮をね、剥がしていきます。とりあえず皮を剥がしていきましょうね。またね、逆包丁で入れていきましょう。いやーでも、習字ができて満足ですわ、僕は。やっぱ字が綺麗っていいですよね。字綺麗になれるんだったらなりたいなってちょっと思いますよ。うん。ここまでくればね、剥がすの簡単ですよね。あとはだいぶ手の力で剥げますね。ここはちょっとつなぎ目切れないですね。よーし。かわいいな。ゆで卵みたい。で、こっからエンペラが始まってるんで、確かね、こっから包丁入れたらよかったはず。包丁をスッと入れていきます。で、反対側もやっていきましょう。うっすら色が違うの分かるかな。多分ここに入れるはず。合ってますね。ここにこうやって入れていくんですね。エンペラは軟骨になってて、これまたね、コリコリした違う食感を味わえてね、美味しいんですよ。さて反対にひっくり返して、
今度はですね、ここ、わかりますかね？この白くなってる部分がエンペラの軟骨で、ここがイカの身で、このね、境目を切り離していきます。ここにもなんかちょっと軟骨入ってるんですよね。どうやって取るんだろう。まあ、イカだけにね、言うて。さて、反対側です。よいしょ。よいしょ。あ、そういうことか。はい。エンペラがね、取れました。ここはね、もうコリコリした独特の食感でね、ほんと美味しいんですよね。はい、それではですね、剥き終わったんですけども、これね、まだね、薄皮1枚残ってるんですよ。ほら、薄皮が1枚残ってるんですよ。こちらをですね、剥いていきます。てかまだ軟骨ついてんな。この軟骨はどうやって取るんだろうね。ちょっと多めに取れてますが、まあいいでしょう。いやー、綺麗になりましたね。てか、衝撃の出来事が起きました。見てください。もう一層ありました。何度皮むきをするんでしょう。これ剥くもんなのか？はい。うわー！はい、こちらようやく剥き終わったんですけど、めちゃくちゃでかくないこれ。すごいよな。一口かぶりついてもいいですか？うん。薄く切った方がいいです。はい。で、今ようやくね、下処理が終わったんですけども、こちらのイカはですね、冷凍して1ヶ月ぐらい寝かした方が甘みが出て美味しくなるって言われてるんですね。なんで、ここからですね、一旦切り分けて、冷凍する分をね、取り除いていきます。でかいな。いやー、でかい。これで半分ですね。まあ、こんぐらいのサイズだとモンゴウイカだとね、よくスーパーで見たりするんじゃないでしょうか。イカの柵ってこんな感じでできてるんですよ。さて、ここを切って、今日はですね、こちらを使っていきます。はい、それでは続いてゲソの下処理をしていきましょう。で、まずはですね、頭を半分に割っていきましょうね。くちばしが見えてきましたね。こんな感じで頭の真ん中にはですね、これ見てでかいでしょ。くちばしがあります。これがね、イカの口ですね。このですね、鳥のくちばしみたいな牙で獲物をね、噛み砕いてるんですね。あ、取れた？取れた？取れるんだ。こうやってね、獲物をね、かじってるんですよ。で、これね、ついたはいいものの、締める時にここで噛まれるとものすごく痛いらしいです。当然ではありますけどね。で、ここはですね、まあ、珍味としてね、食べることもできます。じゃあ、ばらしていきます。で、ここ切っていきましょうね。で、目も取っていきます。目の周りに包丁入れて、これね、潰すとね、ぐじゅってなっちゃうんで、なるべく潰さないようにね。オッケー。ちょっと潰しちゃいましたね。こちら、イカの目です。大きいですよね。こっち側も同様ですね。まあ、イカとかタコってさ、骨がない分、ぶどまりが良くていいですよね。まあ、ぶどまりっていうのは、元々の生き物の身からどれだけ食べる部分が取れるかっていうのをぶどまりって言うんですけど、結構ね、骨がない分、たくさん身が取れますよね。これはいいですよね。目とか内臓とかね、まあ、あんまり食に向かないところありますけど、やっぱりね、たくさん身取れるところがね、ありがたいですよ。はい、それではね、ゲソを一本一本切り離していきましょうかね。で、
このね、長い足の食腕はですね、なんか生き物を取る時とかに使われるから、イカがいろんなもの触ってて汚いから、衛生上ね、食べれないとか言う人いるんですけど、焼いたら関係ないですからね。焼けば死ぬんでね、最近は。この食腕は食腕で、他の足とはね、一味違う味で面白いんですよ。なんでね、ぜひ皆さんにも食べてみてもらいたい。全然汚いとかないんでね。で、今ゲソ分け終わったんですけど、こっからまでやることがあります。タコのゲソはですね、純粋に筋肉でできてるんですけど、そのイカのゲソはですね、吸盤一つ一つの中にね、ちっちゃい歯みたいなのが入ってるんですよ。で、これすごい硬くて食べれないんで、これをね、全部外していかなきゃいけないです。まあ、これはですね、こんな感じで包丁でこそいでいけば取れます。まあ、イカにはね、これ大体ついてるはずなんですけど、ダイオウイカとか、これすごいんじゃないですかね、吸盤の刃。これにしがみつかまれるマッコウクジラとかは、たまったもんじゃないでしょうね。まあでもマッコウクジラが捕食側なんですけどもね、結構痛いはずですよ。こうやってやればね、勝手に取れていきます。ちょっともうだいぶ吸盤ごと外れてますけどね。これをひたすらやっていきます。よし、やっと終わった。洗い流していこう。ここでね、しっかり洗っとかないと、後で口に残るんでね。完成！意外とぬめりなくなったな。塩もみしようかなと思ったんですけど、大丈夫そうだわ。うわ、唐揚げしたいな。でも今日は天ぷらって決めてるんで。はい、それではですね、ようやく下処理が終わったということでですね、今日のメニューはですね、イカのテッサ、そしてイカの天丼、こちら2品を作っていきましょう。ということでやっていきましょう。それでは切っていきましょう。ちなみにですね、テッサっていうのはフグの薄作りのことなんですけども、それを今回イメージしてやっていこうと思います。結構身が分厚いんで、ちょっとでかくなりそうなんですよね。どうだろう、こんぐらいでやってみましょうか。ちょっとね、でかい気がしますが、なんとか大丈夫そうですね。真ん中に行くにつれてね、ちょっと分厚くなってるんで、うまくいくといいな。昆布締めはね、本当に食感のいいイカなんで、なるべくね、薄く切った方がいいんですよね。本当はね、こう幅揃えた方がいいんですよ。これ、微妙ですね。幅を揃えるとね、ある程度綺麗に並ぶんですよ。そうやってね、居酒屋の店長が言ってました。幅を揃えると。今外側できたんですけど、内側の花びらは小さめにしようかな。ちょっと。これね、なんかイカボコってなってるんですよ。ちょっとちっちゃめでいきましょうね。こんぐらいかな。正方形なんですよ、断面が。分厚すぎて。うまく切れるかな。これは難しいわ。正方形すぎる。多分ね、こうした方がいいんだ。半分に割って、で、こうするべきなんだよ。あ、こうだ、こう。オッケー。はい、それでは完成しました。イカのテッサですね。本当はね、もっと薄くね、切った方がいいんですけど、俺にその技術はない。次。はい、それではですね、タレを作っていきます。タレを作る材料はですね、みりん、醤油、砂糖、そして本だし。こちらでやっていこうと思います。あ、遠い！セット！大量にタレ作ります。まず、みりん。みりんはですね、アルコール飛ばしていきます。火つけ。おー、めっちゃついた！びっくりした！こんなつく？びっくりした！待って待って。火事なるって。マジ？ちょっと待って。皆さん、想像の10倍つきました。いや、俺初めてじゃないですよ。初めてじゃないですよ。飲食店とかで何回もこれやってるんですけど、こんなに火ついたことない。多分ガスが強かった。びっくりした。焦った。火事になるかと思った。やば。怖っ。そうだ、この家のガス強えんだ。焦った。もう大丈夫？言うて出るね。この家のガス強いんだよな。大惨事になるとこだった。しかも消えないし、永遠とアルコールが供給され続けるから。で、これ火つかなくなったらアルコール飛んだ証拠ですね。危なかったですね。で、ここにですね、醤油、砂糖、こんぐらいかな。
感覚です、皆さん。塩辛いのが好きな人は砂糖少なめにしたらいいと思うし、甘いのが好きな人は砂糖をたくさん入れたらいいと思う。感覚ですから。そして本だし。そしたらですね、こちらある程度煮立たせていきます。やっぱちょっととろっとしてる感じがいいですよね。天つゆといえば。天つゆじゃない。天丼のタレといえばですね、とろっとしてる感じがいいですよね。とろっとしてきましたね。いい感じです。完璧。天才。OK。はい、それではタレが出来上がったんで、やっていきましょう。野菜。大雑把な説明です。もう皆さん名前わかるでしょう。こちらのお野菜、ナスと言います。ヘタをね、取って、切っていきましょう。一応洗った方がいいんですけども、火を通せばいけるだろうということでめんどくさいんで洗ってません。皆さん洗った方がいいです。ナスビうまいんですよね。天ぷらにするとトロトロになりまして。そして、かぼちゃ、ニュージーランド産。種は取っていきましょうね。で、これも切っていくと、硬っ！かぼちゃってこんな硬かったっけ？はい、次、ししとう。ししとうはね、ヘタを取りましょうね。俺ね、ししとうはね、結構ね、好きな野菜ランキング上位に来ますね。好きです。はい、それではラストイカ切っていきましょう。これね、もう何回も言うんですけど、普通のイカより弾力があるんで、ちょっとね、薄めに切っていこうと思います。薄めにね。もうイカは切りやすくていいわ。じゃあ、エンペラもね、切っていきましょう。エンペラね、この皮の部分は美味しくないんで、切っていきます。皮はね、ほんとグニュグニュなだけなんで、ここに関しては。で、これ切っていきましょう。これも基本的には冷凍ですよね。一応ね、皮ない方がいいんだよね。なるべく。好きな人は好きだと思うんですけど、俺はあんまり皮好きじゃないんで、取っていきます。こんな感じですね。で、これを細かく切っていきます。ここは普通の身と一緒ですね。で、ここがエンペラ。今回ちょっと天ぷらに使うんですけど、もうこれ完全に僕はプライベートで唐揚げ用に食べます。唐揚げにすると最高に美味しいです。皆さんね、他にエンペラの美味しい調理方法知ってましたら、ぜひね、教えてください。はい、それではですね、食材を切り終わりました。天ぷら粉を作っていきましょう。ちょっと天ぷら粉買ってたと思ったんだけど、天ぷら粉なかったんで自分でやっていきましょう。ショック、卵。で、小麦粉入れていきます。小麦粉。結構今日は量があるんでね。じゃあ水入れていきます。じゃあね、混ぜていきましょう。だいぶ薄衣ですね。まあいいでしょう。はい、それでは油入れていきましょう。OK。着火。さて、ちゃんと見ていきましょうか、温度。まだ100度いってないな。さて、170度いったらいいでしょう。OK。さて、具材を入れましょう。手でいけ。こんなもん。なんかいろんな種類あげようとしてるけど、1種類ずついった方がよかったな。さて、いきましょう。かぼちゃから。おお、完璧な温度。もういいかな。さて、どんどん揚げていきましょうね。さて、イカいきましょうね。イカ。うわ、一気に入れすぎた。花咲かせたいよな。うわー、これは美味しいっすわ。おお、びっくりしたー。あんまり揚げたら硬くなると思うんだよね。オッケー。はい、それではね、第1陣が揚げ終わりました。ということでね、盛り付けしていきましょう。
うわしか言えん。ちょっと多かった。ご飯少なめが好きなんですよ。多かった。いや、保育園の頃さ、アンパンマンとかさ、よく流れてたじゃないですか。で、アンパンマンで、天丼マンがさ、てんてんどんどん、てんどんどんとか言いながらさ、現れてくるじゃないですか。俺ね、天丼マンの中身ずっと食いたいなって思ってたんですよ。で、今日はね、それが実現します。天丼マンの中身を食べれます。天丼マンの中身なんてね、絶対美味しいんですから、あんなもん。で、今日はね、イカばっかり。天丼マン、イカ天丼マンだったんだよ。天丼マンも中身の天丼食べたら力弱くなるのかな。ちょっとね、盛り付けできません。許してください。なぜなら早く食べたいからです。ちょっと待って、量が多いて、デカ盛りグルメみたいになってるよ。うわー、美味しい。来ました。これ絶対天丼マンの中身より美味しいでしょ。で、これね、さっき作ったタレをかけていきます。さーっとね。うわー、天丼マンの中身超えたな。天丼マンの中身は誰が補充してるんやろな。もう天丼マンの話いいか。もうええか。興味ないよな、天丼マンの話。うわー、これはうまいです。勝ちました。完成。はい、それでは完成しました。いただきます。昆布締めの天丼。こちらからいただきましょうね。うわー。ちょっとね、まずイカの天ぷらいきましょう。これ軟骨だ。軟骨もうまい。なんか鶏軟骨とかみたいにそこまで硬くはなくて、本当にね、食感がね、めちゃくちゃいいんですよね。ゴリゴリって感じじゃなくて、もうほんとコリコリって感じのね。で、イカの風味もして美味しいです。じゃあ、ちょっといただいちゃっていいですか？めちゃくちゃ美味しいですね。昆布締めって結構ね、食感がね、良くて、硬いのかなと思ってたんですけど、結構ね、火を入れる時間短めにしたんで、柔らかくてね、食べやすいですね。とは言っても、普通の天丼にするような、魚のフライとかさ、エビフライとかよりは食感があるんで、ちょっと米との相性はそこまで良くはないのかなっていう感じあるんですけど、ただ、めちゃくちゃ美味しい。うまっ！最高です。さて、それではですね、イカのてっさも食べてみましょうか。イカのね、お刺身いいですよね。いただきます。これポン酢なんですけど、合いますね。他のイカとはやっぱりちょっとね、食感が違いますよね。他のイカはなんかねっとりしてるような食感なんですけど、このイカはね、シャキシャキしてて食感が良くて、で、その後ちょっとねっとりした感じもね、味わえるっていうね、面白い感じになっております。まあ薄く切ってるっていうのもあるんでしょうけどね、ねっとりはしてないですけど、美味しいですね。はい、それでは、ごちそうさまでした。いやー、ちょっと美味しかったですね。今まではね、アヒージョとか唐揚げとかね、で食べてきてたんですけども、やっぱりね、ここに来ての和食ね、いいですね。和食の良さにね、改めて気づきましたね。ということでですね、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それでは、実は今キッチンめっちゃ臭いんだけどね。